19日、買収が完了してからそれだけしか経っていませんでした。製品は変わっていません。技術も社名も画面の見た目も何一つ変わっていません。しかしこの日、一つの選択肢が静かに消えました。買い切るという選択肢です。第25系、棟梁貫通。針を盗み、柱を変える話です。買収した会社は、なぜ製品を変えなかったのでしょうか。そして、なぜ請求書だけを、これほど急いで変えたのでしょうか。この動画では、買収からの19日間に何が起きたのかを、日付だけで追い、柱を変えられる側が最初に見るべき場所を突き止めます。先に申し上げると、答えは技術ではありません。契約書の1行です。この話は3つの色で進みます。金はブロードコム、半導体で育ち、近年は企業向けソフトウェアへとバンズを広げてきた買い手です。灰は VMware、1台のコンピューターを何台にも見せる仮想化という技術で、世界中のデータセンターの土台になってきた買われた側。白は顧客、その土台の上に自社のシステムを築いてきた世界中の企業です。色の意味は最後まで変わりません。日付を追う前に、壊される前の世界を一つだけ。仮想化の世界では永続ライセンス。一度買えば期限なく使い続けられる契約が長く標準でした。企業は最初に大きく払い、あとは保守料を払いながら10年単位でシステムを築いてきました。買い切れることを前提に世界中の土台が組まれていたのです。この前提を頭に置いて日付をご覧ください。2023年11月22日、ブロードコムは VMware の買収を完了しました。約690億ドル。半導体の巨人が企業向けソフトウェアの中核を手に入れた瞬間です。世界のデータセンターを支える土台がこの日持ち主を変えました。買収の完了はそれ自体はニュースの一つに過ぎませんでした。ただし、顧客の画面には何の変化もありません。仕事は昨日と同じように動いています。変化は19日後に来ます。12月11日、VMware は告知を出します。永続ライセンス、一度買えば期限なく使い続けられる契約の新規販売とサポート更新を終了します。以後の提供は期間契約のみ、1年、3年、5年の3種類です。期限が来るたびに更新して払い続けるか、使うのをやめるか、顧客は2択を繰り返すことになりました。ここで大事な事実を一つ。すでに購入済みの永続ライセンスは契約通り存続しました。取り上げられた人はいません。約束は破られていないのです。しかし、サポートの更新はいずれ切れます。セキュリティの修正が届かなくなった業務システムを使い続けられる会社はありません。出口は開いたまま、廊下だけが一方通行に変わった。そして、移行には期限が切られました。2024年11月3日。ブロードコムの会計年度末です。この日までに大半の永続契約をサブスクリプションへ転換する。それが買い手の示した計画でした。猶予はおよそ11ヶ月。長いようで大きな組織がシステムの土台を選び直すには決して長くない時間です。世界中の情報システム部門が同じ期限に向かって動き始めます。ここまでの19日を1行にします。建物は残せ。変えるのは支える一本だけ。外から見える姿はそのままに。この手口には1500年前の名前があります。棟梁貫通。原理は針と柱をすり替えて建物の構えだけを残すことです。奪うのでも壊すのでもありません。支えている一本を気づかれずに別の一本へ差し替える。この話に当てはめます。建物は VMware という製品。外から見える姿は買収の前後で同じです。柱は収益の構造、買い切りと保守という一本が抜かれ、期間契約という一本が同じ位置に差し込まれました。そして、この計の要体は速度です。差し替えは疑問が声になる前に終えておく。買収の完了から告知まで19日。その間、製品にも画面にも変化はありません。変わったのは条件だけです。この速さが買収の前から設計されていたのかどうか、それを裏付ける内部資料はありません。確かなのは日付だけです。画面の時間軸から2つの速度を読み取ります。売る側の速度は19日。
告知1枚で条件が変わりました。買う側に与えられた速度は11ヶ月。大きな組織が土台を選び直すには、検証だけで年単位かかるのが普通です。19日で決まったことを11ヶ月で受け止める。この時計の速さの違いこそ図の主役です。2つの契約を並べます。古い契約は最初に大きく払い、あとは保守料。会計の上では資産です。新しい契約、毎年払う。やめれば使えない。継続する費用です。同じ製品のまま、お金の流れる向きと交渉の力関係が入れ替わりました。更新のたびに価格も条件も改めて話し合いになります。断る力は期限が近い側ほど弱いのです。買い手の側から見ると、この転換は収益の予測可能性を意味します。買い切りの売上は一度きりで消えます。期間契約の売上は毎年戻ってきます。約690億ドルという買収額の回収を読める数字の上に乗せ替える。それがこの設計の狙いだと考えられます。非難でも擁護でもありません。これが買い手の見ていた景色です。決着です。2023年12月11日をもって VMware を買い切ることは世界中の誰にもできなくなりました。柱は変わりました。19日で始まり、告知1枚で終わった交換です。残る問いは一つ。支払う側はこれからどう動くのか。ただし、この経には代償があります。条件の変更はすべての顧客に同時に届きました。この転換で顧客が実際にいくら多く払うことになったのか、その総額は公表されていません。ですが、公表された反応ならたどれます。顧客と販売店からは、公に不満の声と他社製品への移行を検討する動きが伝えられています。条件の変化は隠せないのです。そして出ていく自由はまだ顧客の側に残っています。統領監中、総括します。見た目を変えずに支える構造だけを変える。この経から身を守る側の教訓は一つです。製品ではなく契約を点検すること。日本企業なら取引先が買収されたその日に更新条件の一行こそ最初に読み直すべき場所です。静かに柱を変える経があればわざと音を立てて打つ経もあります。次は罵声の宛先が別にある話。思想破壊。その前にこの経の掟を3行だけ置いて終わります。柱を変えるなら屋根を落とすな。変えた柱は住人に見えている。そして出ていく自由も住人に残っている。